誰向けなんでしょうか。成田空港を出発した旅マキシマの2人はアメリカ東海岸ニューヨークに到着。その後ボストン、カナダのモントリオールを経てケベックに到着しました。ここでケベックについて簡単に解説。ケベックは17世紀に発展しました。フランス人のサミュエル・シャンプランにより開拓され、川沿いの立地を生かしビーバーなどの毛皮貿易の地として栄えました。城塞で囲まれたアッパータウンと川沿いの商業で栄えたローワータウンに分かれています。この旧市街は北米で唯一植民地時代の城塞を残している都市として世界遺産に登録されています。カナダ全体に目を向けると、フランス語が唯一の公用語となっているのはこのケベック州のみ。もちろん他は英語です。他の主要都市に比べて圧倒的にフランス語話者が多いことが分かります。ケベックの城が見えてきたね。これがケベックか。本当にヨーロッパみたいだね。メープルのテイストがある。ウイスキーの味とかいろいろある。もうめっちゃ美味しい。王道メープルシロップって感じ。プティン食べたいな。あちらが何度もお目にかかっているノートルダム大聖堂です。何個あるんだろうね。こちらケベックを代表するシャトーフロンテナックというホテルです。そしてその前に立つのがケベックを建設したシャンプランさんの銅像です。寒いけど手袋とかちゃんとつけてたらいける。本当だね。ローワータウンに行きます。クリスマスみたいずっと。ほんまやな。これがなんか思い描いてたケベックだよね。そすっごい可愛いちっちゃい街で、アッパータウンも好きだけど、このプティシャンプラン通りすごい可愛くて大好き。めっちゃ可愛い。クリスマスみたい。めっちゃいいね。チョコレートいただきます。いいね。仲ええな。エイブラハム平原にやってきました。ここは1759年に戦いが起きた場所です。ここで簡単に解説。エイブラハム平原の戦いとは、イギリス軍とフランス軍によるケベックをめぐる戦いです。1759年、フランスの植民地ケベックに対してイギリスが攻撃を仕掛けました。両軍の指揮官は中断を受け、わずか15分でイギリスが勝利することとなりました。早すぎる。この戦い後、カナダ全土がイギリス領となり、カナダの歴史に大きな影響を与えたと言われています。あれまさか当時の1916年製って書いてます。最近やないかい。普通の公園にスキー立てる台があります。よもや公園じゃない。誰向けなんでしょうか。すごい子育て事情です。すごいね。これ流氷？すごい。こんなの見たことない。目の錯覚に感じる。いやほんとね。
そろそろカナダ国旗が日本国旗に見えてくる時間帯に入ってきます。恵比寿島へのダイヤは30分おきあります。船乗り場にやってきました。こっちでした。Thank you. Thank you. 乗り込みます。ちょっとわからない。間に合った。へい着きました。間に合った。氷河を削っていく船に乗りました。うわカナダドルで 0.1 ドル11円ぐらい。コーヒーメーカーがあります。北海道のさガリンコ号みたいじゃない？こうやって流氷の中をさガリガリって言って砕いて進んでいく船があるんだよね。ほらほら今氷を砕きながら行ってるよ。見て。うわ、何あれすごっ。流氷の上になんか人がいる。おもろいね。ね。南極行ってるみたいだよね。南極行ってるみたいだね。すごいね。めっちゃ面白いね。冬結構おすすめだね。結構面白いよね。すごい寒いけどさ、見応えがあるね。岸が近づいてきました。うわぁ、地震のプレートみたい。あるなんてって思ったけど。赤い屋根の建物がビュースポットらしいです。階段か、すごく急な坂道か。足元は融雪剤が巻かれてあって全然歩けます。こういう時に雪国出身の人ほど頼もしいものはありません。天神来てくれるからありがたいね。落ちるぞ。綺麗。やっぱり対岸行ってこの景色を見ることができてよかったなって思うから、この船に乗るのは絶対におすすめしたい。いやほんとね。あとこの流氷の上を走る船っていうのもすごく楽しいから。最高でしたね。うん。